これまでの旅でお前は己の力を示し、強者であることを証明した。私と対等に言葉を交わす資格がある。教えるのは一度だけだ。スカークは特殊なエネルギージャノコーチを使用する氷アタッカーだ。通常攻撃や元素爆発で戦闘を行うが、この元素爆発は元素エネルギーではなくジャノコーチを使って発動する。元素スキル1回押しではジャノコーチを一定量獲得して七相一戦状態に入る。この時通常攻撃、銃撃、落下攻撃は元素付与によって他の元素に変化しない氷ダメージとなる。中断耐性が上がり、通常攻撃と銃撃の範囲が広くなる。長押しではジャノコーチを獲得し、中断耐性がアップした状態で高速移動をし続ける。チームの仲間が氷関連反応を起こすと、近くに巨鏡の裂け目が生成される。七相一戦状態のスカークが銃撃または元素スキルの長押しで高速移動すると、巨鏡の裂け目を吸収しジャノコーチを獲得する。星々よ、静かに眠れ。ジャノコーチが50以上の時に元素爆発を発動すると、ジャノコーチを全て消費して連続攻撃を行い氷範囲ダメージを与える。また発動時に持っていた50を超える分のジャノコーチに応じて元素爆発のダメージがアップする。スカークは戦闘に際して受け身ではなく積極的に戦い方を変えることで相手の不意を突く。七相一戦状態の時、彼女はジャノコーチを消費せずに元素爆発を発動する。この場合周囲の一定範囲内にある巨鏡の裂け目を吸収し、スカークの通常攻撃のダメージが上がる。水または氷キャラの仲間と協力して戦うと、スカークの元素爆発および七相一戦モードでの通常攻撃のダメージが上がる。武芸の習得には多様な術の会得が不可欠だ。弟子から師となった彼女ならよく知っているはずだ。スカークがチームにいる時、チーム全員の元素タイプが水と氷のみからなる場合、それぞれの元素スキルレベルが1上がる。スカークは戦闘に長けており、さまざまな戦闘スタイルを見せる。仲間の協力のもと、元素スキルの1回落ちで敵に攻撃を仕掛け続け、銃撃と元素爆発をタイミングよく発動することで巨鏡の裂け目を吸収し、凄まじい構成で敵を一掃する。また元素スキルの長押しでフィールド上にある巨鏡の裂け目を吸収し、溜まったジャノコーチで元素爆発を発動して目の前の敵を粉砕する。俺から見たスルトロッチは決して死にはなれそうにない人物だ。だから今まで通り兄の予言が実証されると、俺の運命に対する不満はさらに深まった。幸い今のところスカークは極悪鬼の悪い部分を受け継いでいないようでほっとした。しかし幸いと言えるのはそこだけだ。多くが運命から逃れようとする一方で、生き残るためその束縛に自ら足を踏み入れる者もいる。これは不可抗力なのだ。この先もこうした馬鹿げたことは起こり続けるだろう。俺はまだいろんな問いの答えを探している。貴様もそのはずだ。今回はここまでにしておこう。後のことはまた会う時に。